こんにちは、東北キリタンです。今回は、パスポーンの作り方の続きで、ブレイクスルーについてご紹介いたします。ブレイクスルーは、ポーンだけで、相手のポーンを突破して、パスポーンを作る方法です。ブレイクスルーは、ストラテジーというより、エンドゲームに関わることですが、パスポーンに関連することですので、一緒に覚えておきましょう。エンドゲームの入門書に大抵出てくる局面です。白と黒のポーンが3つ向かい合った状況です。ポーンだけではパスポーンを作れないように思えますが、パスポーンを作ることが可能です。白先手では B6 と真ん中のポーンを先に進めます。黒は B6 ポーンを取らなければパスポーンを作られてしまうため、A と C、どちらかのポーンで取らなければなりません。ここで白は C6 と指します。白はポーンを2つ失いましたが、パスポーンができ、白が勝てます。このようなパスポーンの作り方をブレイクスルーと言います。この局面に戻り、C テイクス、B6 の変化も見てみましょう。白はどちらのポーンを進めるか間違えないようにしましょう。先ほどと同じようにパスポーンができました。この局面では、ポーンとキングが離れているため、ポーンのことだけ考えればよかったですが、実際のゲームでは、キングの位置によって、ポーンの進め方が変わる場合もあるため、3つのポーンが向かい合った状況で、むやみに真ん中のポーンを突くことは避けましょう。他の参考例を見ていきましょう。白先手の局面で、白が優勢です。G3 は大握手で、形勢が逆転します。この手によって、黒はブレイクスルーからパスポーンを作れます。相手よりポーンの数が多くても、ブレイクスルーで相手にパスポーンを作られることに十分気をつけましょう。最初の局面に戻ると、白はキングを動かしていくのが正解となります。ここで白は何を指せばよいでしょうか。最善手はなんと G3 になります。すべての変化を見ると時間がかかりますので、黒が G4 としてきた場合のみ見ていきます。ここで白は H テイクス G4 または G テイクス H4 どちらでも勝てますが、最善手は G テイクス H4 になります。個人的には H テイクス G4 の方が先を読みやすい感じです。白は黒の H ポーンを取りに行けるのと、連結ポーンがあるため、簡単に白が勝てます。ついでと言ってはなんですが、連結ポーンについて少し説明いたします。黒が F3 ポーンを取ると、G4 ポーンが進み、ポーンを昇格させられるため、黒は F3 ポーンを取ることができず、白キングをポーンに近づけることができます。ネットのゲームでは、時々起こる状況です。ブレイクスルーについて、もう一つ参考例を見ていきましょう。A4 としたくなりますが、ブレイクスルーを警戒してないと、このような反撃に遭います。白優勢の局面でしたが、A4 とすると、C4 で黒がドローにできる局面になります。
最初の局面に戻ると、白は A3 やキング F3 から勝つことができますが、まだ油断できない状況です。参考手順をお見せしますが、この局面をコンピューター相手に対戦してみてください。ブレイクスルーからパスポーンを作ることはもちろん大事ですが、それ以上に相手がブレイクスルーからパスポーンを作ることに警戒しましょう。パスポーンの作り方は他にもまだあるため、次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。